今回はパレストリーナステッチを使ってひまわりのタイルモチーフを塗っていきます。それでは始めていきましょう。まずは下書きをします。下にライトを当てるとはっきり図案が見えるので便利です。私はいつもチョコエースの図案写しマーカーの青を使用しています。布はコスモのフリーステッチ用のコットンクロススミレを使用しました。では刺繍をしていきます。まず使用する糸はコスモの2039を3本取りで使用していきます。ひまわりの真ん中、種の部分をバスケットステッチで縫っていきます。横に少し間隔を空けてストレートステッチを入れていきます。最後までステッチを入れることができたら、今度は縦に糸を入れていきます。布を折るようなイメージで横糸一つ飛ばしで縦糸を通していきます。2本目は1本目と1つ飛ばす糸を変えて左右交互になるように縦糸を通していきます。このような感じで最後まで縦糸を左右交互になるように入れていきます。次はコスモの700を3本取りで花の部分を縫っていきます。花びらは図案に沿ってサテンステッチを入れていきます。花びらの中央、一番長い部分から糸を入れていき、バランスを見ながら左右に糸を入れていきます。だいたい 4,5 針ぐらい入れるとちょうど花びら1枚埋めることができます。このような感じで最後まで花びらすべてにサテンステッチを入れていきます。では次にコスモの318を3本取りで使用していきます。茎の部分をアウトラインステッチで縫っていきます。そして同じ糸で今度は葉の部分に移ります。葉の上の部分をブランケットステッチで縫っていきます。本来ブランケットステッチの端に来る部分を今回は中心にして縫います。このようにすると自然と中心線も一緒に縫うことができます。
左側が縫えたら右側も同じようにブランケットステッチを入れていきます。糸を変えてコスモの631を3本取りで使用し、葉の下の部分を同じようにブランケットステッチで縫っていきます。こちらも本来ブランケットステッチで端に来る方を葉の中心にして縫います。右側も同じように縫っていきます。ブランケットステッチをすべて縫い終わったら、そのまま同じ糸で葉の部分をバックステッチで囲っていきます。最後にコスモの702を6本取りで使用していきます。外側の四角い枠の部分をパレストリーナステッチで縫っていきます。裏面から針を出し、図案線を中心に横に針を入れていきます。今縫った部分に糸が出てる側と逆側から針を通し、次に進行方向に再度針を通します。この際出ている糸が針の後ろ側に来ていることがポイントです。続けて同じように図案線を中心に横に針を入れていきます。今縫った糸の部分に逆側から針を通し、またもう一度進行方向側に針を逆側から通していきます。この縫い方を繰り返し最後までステッチを入れていきます。このパレストリーナステッチ、あまり聞き慣れないステッチですが、作業としては簡単ですので、ちょっとした刺繍のポイントになるステッチです。完成しました。今回は基本のステッチと組み合わせてパレストリーナステッチを取り入れてみました。無料図案が備考欄にありますので、ぜひご利用ください。